ね。すんごい楽しみなのぽん。あ、今なんかすんごいこと言った気がするのぽん。ああ、今のもすんごいこと言ってた気がするの。にゃー、これはとんでもないのぽん。大変なのぽん。大変なのぽん。これはすんごいのぽん。えらいこっちゃなのぽん。始まるよー。こんにちは、公認クリエイターのはずきです。新情報がとっても楽しみなポンです。さて、今回のお話は NGS ヘッドラインをもとに10月のアップデート情報についてお話ししていきます。この NGS ヘッドラインはよーく見ておかないと重要なことを聞きそびれる部分もありますので、ぜひこの動画で NGS ヘッドラインの全貌を確認していただければと思います。はずきちゃんは気がついていましたが、とっても重要なことをお話ししていましたし、10月には何をしていくのか、おすすめの行動についてや何に注目していくのかについてもお話ししていますので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。それでは10月のアップデート情報についてのお話を始めていきましょう。よろしくお願いします。それでは10月のアップデート内容についてのお話を始めていきたいところなんですが、10月4日のアップデート内容はそこまで重要なものはなく、すでに実装されていますので省きます。10月11日アップデート、ストーリー6章3節が配信されます。マノン、アイナ、主人公のそれぞれの役割のため奮闘していくお話とのことです。ハルファの物語がどのように動いていくのか、とっても気になりますね。新コスチュームのアイナちゃんがとっても可愛いのぽん。リテムの探索セクションのエネミーのレベルが上がり、新たなスターレスエネミーも出現するギガンティクスのレベルが84に上昇します。また新たにマイニンも追加されます。ここなのぽん。ここですんごいこと言ってたのぽん。よく気がついたね、はずきちゃん。ここでレベル80以上のドレッドエネミーからドレドキーパ5が落ちる。他にもアイテムラボの特殊能力交換から入手することができるって言われてるね。11日アップデートで大事なことの一つがドレドキーパ5が追加されるってことぽんね。緊急クエストの防衛戦リテムにランク3が追加されます。ランク3では敵レベルの上昇、スターレスエネミーが出現するとのことです。報酬面については一切お話がありませんでしたので、何が入手できるのか実際の報酬を確認してみましょう。チームスペースにチームマグが登場します。このチームマグはキムくんのチームタスクをこなすことでチームポイントを入手し強化、効果を得るにはジェネシスポイントを使います。またチームに入っていなくても効果を得ることができるとのことなので、大きなチームさんやフレンドさんのチームスペースにお邪魔して効果をもらいに行くと良さそうですね。あれってことは他の人のチームスペースにお邪魔できる機能が追加されるのぽん。多分そうなるのかな。詳しくは実装されないとわかんないね。様々な改善要素や新機能が追加されます。うわー、重要なことがいっぱいなのぽん。そうだね、一つずつ見ていこうね。クラスレベル上限が80まで解放されます。クラスレベルを上げないとレベル84の絶望エネミーと戦えないので、よく使うクラスだけでもレベル80にしておきましょう。新たなクラススキルが追加されます。遠距離武器のマルチプレイで使用する際のバランス調整とのことなので、マルグルでの使い勝手が良くなりそうですね。デュエルクエストの使用が制限時間を5分から10分に、出現するエネミーの HP が減少されます。個人的には防具一式は普段使いのままに、武器は特攻 OP で染めればクリア可能なくらいの難易度だったらいいなって思っています。可能であれば火力検証の相手にちょうどいいかなって思っていますので、後日試してみましょう。アドオンスキル生成にスキル生成4とスキル生成5が追加されます。スキル生成4はプラスキューブが100個必要で、かかる費用は5000メセタ。最低の生成レベルはメインサブ効果ともにレベル15となっています。スキル生成後はマスターキューブが5個必要で、かかる費用は100万メセタ。最低の生成レベルはメインサブ効果ともにレベル20となっています。他にも様々なアップデートがされますが、ここは華麗にスルーします。AC スクラッチ、ストリートビートが配信されます。長袖パーカーのアウターがいいですね。ポンの普段着にちょうどいいかなって思っていますぽん。以
以上が11日のアップデート内容になります。ここで追記です。編集中に11日になってしまったので、実際にはどうなったのか細かい点についてお話ししていきます。まずアトラクティング操作は通常攻撃ボタンをタイミングよく入れることで連続で5回まで高速移動が可能です。連続で行うタイミングは投げたアトラクティング操作をキャッチするイメージでいいのかなって思います。高速移動ができる非常に便利なものではありましたが、高低差上下の移動には肩越し視点が基本となりそうなので注意が必要です。次にドレドキーパ5の性能は HT プラス60、TT プラス12、威力加減補正プラス 8.0%、ダメージ耐性プラス 3.5% でした。耐性が非常に上がる性能となっています。次に新防具はオクトスアーアマビオでした。性能は純正のオクトスアーマとあまり変わらず TT はプラス10、各威力上昇値は 4.5% でした。入手方法はリテム防衛戦のランク3です。純正のオクトスアーマをお持ちでいない方はこちらで入手していくと良さそうですね。ミシエル探索で集めたフロースメントをオクトスアーマに交換する必要がなくなったの。次にチームマグについては各効果のレベルを最大の10に上げるには1350のチームポイントが必要で、効果を得るには1つの効果ごとに200のジェネシスポイントが必要になってきます。チームポイントはティムくんのタスクから入手することが可能で、1つのタスクにつき100ポイント入手することができます。思っていたより簡単に最大効果のレベル10まで育てることができそうです。またクリエイティブスペースランから他の方のチームスペースにお邪魔して効果をもらうことができますし、ここからご自分に合ったチームを探すこともできそうですね。追加されたスキルは消費 ST が0だったので忘れずに取得しておくといいです。特に気になったのは自身を狙っていないボスエネミーに PA で与えるダメージが増加するロングレンジアドバンテージブレイバーです。いわゆる影、思っていないとダメージが上昇するようですし、威力も 115% と高いので必ず取得しておきましょう。個人的にとっても気になっていたマスターキューブは現状はリテム防衛戦ランク3の称号で入手可能で、今後も称号での追加となっていきそうです。またランダムでショップに陳列されることもあるようです。そういえばショップにグロースメントが陳列されていました。グロースメントも同時に集めていくことができるので、できる限りショップも覗いておきたいですね。マスターキューブがもっともっと欲しいの。はい、以上が11日の実際にはどうなったのかという点でした。10月18日アップデート、期間限定イベントハロウィン23が開催されます。今回も期間限定武器が入手でき、強化値プラス60、潜在能力レベル6解放、特殊能力セズンハロウィンフィーブが付与され、強化値上限もプラス70まで解放済みです。この武器の潜在能力についてのお話がなかったので、実際にはどのような能力なのか注目していきましょう。期間限定緊急クエストホーンテッドドメインが配信されます。ジョージモバイルキャノン ECM を使っての戦闘とのことです。報酬面については一切お話がありませんでした。ですがおそらく今までの傾向だと新武器新防具はなさそうです。ポンはこの緊急クエストがとっても楽しみなの。新たなデュエルクエストが配信されます。スターレスの新ボスエネミーゼレビンと戦うクエストとのことです。ここなの。ここでも重要なこと言ってたの。そうだね、ここはとっても重要なことを言ってたね。このゼレビンと戦うことで入手できるイージスヒュージアとドレドキーパ5を使ってグランドレドキーパと交換することができるみたいだね。うわー、性能がとっても気になるの。グランってつくくらいだからとっても強そうなの。そうだね、性能にはよーく注目していこうね。戦闘セクションのマクアド仮装に新ランクが追加されます。あれ、エルの座はまだなの。まだ情報は出てなかったね。戦闘セクションの新ランク追加なので、個人的にはここでテスアシリーズの緩和が来てほしいなって思っています。そうポンね、都市伝説すぎるポンから手に入れてみたいポンね。そうだね、1本は入手してみたいよね。ところでここでもしテスアシリーズが入手できるとして、ドレドキーパ5とかハイリテムドミナで威力加減を持ったとしたら、それ最後にお話しするからダメ90年代に放送されたアニメスプリガンとのコラボが開催されます。このコラボに合わせて AC スクラッチ、ス
スプリガンスタイルが配信されます。アニメ見たことないからわからないけど、クールな感じなのかな。とってもかっこいい大人な男性なのポン。はい、以上が18日のアップデート内容になります。10月25日アップデート、期間限定常設クエストドライゼンプラント迎撃戦が配信されます。24人参加可能なドルドリスベラ、ニルスベラと連戦するクエストとのことです。報酬はおそらく従来通りなら既存の防具やデュエルクエストの特攻 OP なのかなって思います。ここで新たな称号タスクもあるとのことなので、マスターキューブがもらえるのかとっても気になるのポン。 AC スクラッチモンスターマスカレードが配信されます。ポンチョアウターがとっても可愛いですね。ブーツとか履くとお出かけにちょうどいいのポン。はい、以上が25日のアップデート内容になります。あれ、もう一個重要なこと言ってた気がするのポン。そうだね、10月のアップデート内容ではないんだけど、オペレーションリポートでこんなことも言ってたね。今後アップデート予定で PA やテクニックの性能を変更するシステムが実装され、そこで X キューブやクラスキューブが必要になるっていうお話だね。この情報とってもびっくりしたのポン。そうだね、いきなり言われてたから本当にびっくりしたね。旧作でいうところの次元インストールのようなものが配信されるのかな。今後のアップデートが楽しみだね。はい、ということで今回のヘッドラインのアップデート情報については以上になります。皆さんが気になる情報があったでしょうか。ポンはマスターキューブとグランドレッドキープの性能がとっても気になっていますポン。それではこれらを踏まえて10月は何をしたらいいのか、おすすめの行動についてお話しします。まず10月はレベルを80まで上げることができるようになったので、よく使うクラスだけでもレベル80まで上げておきましょう。18日アップデートにはグランドレッドキーパが実装されますので、性能は確実にチェックし、必要であれば付け替えていきたいですね。またアイテムラボの特殊能力カプセル交換のラインナップが変更されますので、こちらも確認し、必要に応じて特殊能力を付け替えていきたいです。そして準備を整えてイテムの新ランクの戦闘セクションマクアド仮装でマルグルを頑張っていきましょう。テスラシリーズが落ちやすくなっているのであれば積極的に回っていきたいですね。また余力のある方は仕様の変更もありますので、デュエルクエストに挑戦して新しい称号やバイタルデザインの入手、グランドレッドキーパをご自分で作成してみましょう。ポンはそろそろ本気の強化をしたいって思ってるポンけど、どうなのポン。今の時期は何とも言えないかな。来るようで来ないレクレ L アーマの上位版が来ないし、12月には常設の超高難易度パーティークエストが実装されるから、私の個人的な意見だとまだかなって思ってはいるね。ただこのロードマップを見た感じだと11月は期間限定クエストの連続だと思うから、オクトスアーマの本気強化をしていない方、私のように LC 装備の方はなるべく早めに本気強化をしちゃってもいいのかもしれないね。ということは素材も十分にあるし、本気の強化をやってみようって思ってはいるんだけど、グランドレッドキーパの性能次第で威力加減 100% 構成ができるかもしれないから、グランドレッドキーパの性能を確認した上で判断していくといいかなって思うよ。ポンもさっきそれ思ったのポン。威力加減 100% 構成でテスラシリーズがもし手に入っちゃったらとっても強くなっちゃうのポン。そうだね、グランドレッドキーパの性能次第で今後の装備構成がガラッと変わりそうではあるね。とにもかくにもグランドレッドキーパの性能がとっても重要とは思っているので、必ず性能を確認してから判断していこうね。了解しましたなのポン。はい、ということで今回のアップデート情報は以上になります。確実にこうなるって言えない非常に不安定な10月となっていますので、今後のアップデート情報にも十分に確認していきながら、ご自分の戦力の強化を頑張ってしていただければと思います。はい、ということで10月のアップデート情報はいかがだったでしょうか。火力の環境が大きく変わるかもしれない重要な特殊能力が配信されますので、グランドレッドキーパの性能を必ずチェックしておきましょう。グランドレッドキーパの性能を確認し、とっても強いと判断できれば理論値構成にも入ると思われますので、次回は理論値構成を目指した装備の作成、私が目指せる最前線の装備の作成をしていこうと思います。やったーなのポン。最強のポンになっちゃのポン。
この最前線の装備を目指した装備強化が気になる、やる気、元気、葉月な方はぜひチャンネル登録をして続報をお待ちいただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでとなります。非常に長い動画となりましたが、ここまでのご視聴ありがとうございました。また次の動画で会える時を楽しみにしています。バイバイ。